はい、内山浩一のザ・ゴッドチャンネルです。はい。はい、今日はこのはさん、来ておられます。実はね、ちょっとスタッフで打ち合わせしようかというところだったんですけども、霊人の方来ておられますので、収録してみたいと思います。どなたが来られるか分かりませんけどね、やってみたいと思います。はい、それでは合唱お願いします。はい、それでは主への感謝をベースに準備をお願いしたいと思います。このはさんも準備をお願いします。はい。映像が見えるように頑張ってください。はい。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今、私の頭上に来ておられる方、おいでいただきましてありがとうございます。それでは、向こうのエレナさんの方にお会いいただきますようお願いいたします。ありがとうございます。はい。はい、おいでいただきましてありがとうございます。はい、ありがとうごはい、ざいます。恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。アラン・ドロンです。アランドロン様、おいでいただきましてありがとうございます。はい。はい、なんて言っていいか分かりませんけども、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。皆さんの憧れの的ですね。よろしくお願いします。このようなところに来るのは初めてです。ですが、どういうわけか、来てしまいました。私はまだ今、そうね、まだ半分地上にいるかな。うん。そして半分はあの世にいる。うん。そんな感じですね。ふわふわしている。うん。ただ、自分の中ではもう少し前からだいぶ、こっちの世界に来ていて、行ったり来たりしていました。だから、心は落ち着いています。何度も何度も地上とあの世というところを行ったり来たりしていましたから。まさかこんな風に、うん、なるなる時が来る。死んだ後に自分の意識がまだあるとは思っていなかったんです、実は。だから少し驚きです。だけど、私の、うーん、最後の最後の言葉として、今何か伝えたいと思ったからでしょうか。はい。ここに繋がった。うん。私は、世界中の人々から愛されて、世紀の2枚目と言われたフランスの俳優です。知ってくださっている方はたくさんいると思いますが、若い人の中には知らない人もたくさんいるでしょうね。だけど、とても光栄な、うん、輝くような人生を生きました。その中にはもちろん葛藤もあった。自分の心の中で人には見せられないような思いがあったし、
強い葛藤があったし、情けなくなって泣いた日もあった。辛くて、辛くて、不安で、どうしようかと思う時もあった。でも、それを表に出すことはしなかった。だって私は、世紀の大俳優、アラン・ドロンだから、そのような顔を見せることはできない。そう思ったんですよ。何をやっていても、どこから見られても、私は2枚目でなくちゃならなかった。そして実際に2枚目だったんでしょう。自分で言うのもおかしいが、どこに行ってもみんな輝くような羨望の眼差しで僕を見ていた。そういう人生を送ることができた神様に感謝です。本当に幸福な人生でした。俳優としていろんな役をやらせてもらって、いろんな人生を経験しました。見た目が美しいからということで、随分と優遇されたことも実際ありました。それは役得だと思いました。だけれども、そうなればなるほど、より素晴らしいアランドロンってどんな人間だろうっていつも追求していました。観客が求めているアランドロンの姿ってどんな姿だろうって、実は自分が一番分かってないんじゃないかと思いました。そのギャップに苦しんだこともあります。同じような仕事をしている人はきっとそのことを分かると思うが、人々の理想の姿、人々が描いている理想の姿、それに自分が近づこうとしていたんです。何を求められているのか、どのような姿が僕の本当の姿なのか、普段のだらしない、気弱な、ちょっとずるいところもある自分なんて誰も求めちゃいない。それを出しちゃいけないと思っていました。だって、世紀の2枚目俳優だからね、そんなことはできないんですよ。むしろ、かっこ悪くしてもかっこいいと言われるのが2枚目俳優でしょ。そう思っていましたよ。だからとても優雅な人生だったと、人からは見えているだろうなと思っています。今はお世話になった人々にお礼を言いに行ってます。一人一人、たくさんいるから、本当に瞬間しか会いに行けないけど、いっぱいいるんだ。お礼を言わなくちゃいけない相手が。それを繰り返しているうちに、自分ってなんて幸せな人間だったんだろうって、今そう思っています。こんなにもたくさんありがとうって、感謝の言葉を一度に述べたことはない。それを今やっているんですよ。何度も何度も、ありがとう、ありがとうって繰り返すうちに、どれほど多くのものを自分は受け取っていたんだろうって、それを考えると、嬉しさと感動で
涙がこぼれる思いです。本当に多くの人から愛されていた。そう思います。私は、霊界に戻っても、当分アランドロンのままでいます。アランドロンとして、こちらでも仕事をするでしょう。もう一度若い頃に戻って、一からやり直してみようと思います。それをやり終える頃には、次の人生のことを考えてるでしょう。今度はどんな風に生きようか、何を学ぼうか、何を与えようかって考えてると思います。考えてみれば、美しいということは、とても素晴らしいことだと思います。与えられることもたくさんあるけれど、与えることも数多くあったと、今になって思います。地上で生きているときは、与えられることが多いだろうと感じていました。でも実際には、与えることもかなりあったんだなと思います。それは、数々の人々にお礼を言いに回ったとき、彼らが私のことを愛してくれているということを知ったからです。もちろん知らなかったわけじゃない。だけど、今はそれを身近に感じている。本当に心の底から愛されていたと。それをハートが熱くなるほど感じるんですよ。だから、素直に、正直に、僕はみんなに何か素敵なものをプレゼントし続けてきたのかなと、素直に認めれるようになったんです。だから、美しいということは素晴らしい。なので、この次生まれ変わる時も、僕はきっと2枚目で生まれ変わろうと思います。やはり力があるなと思いました。そして、見た目の美しさだけじゃなく、きっとそれは心の中も美しい。そう思います。なぜなら、心の中の状態が外に現れていると言えるからです。まあそう考えると、まんざらでもなかったかなと思ってます。とても豊かな人生をありがとうございました。日本の皆さんにもお礼を言いたいと思います。私は日本という国がとても好きでした。日本人は素直で正直で優しい、そして親切。何と言っても思いやりがある。相手のことを思いやることができる素晴らしい民族だと思います。この国民性をいつまでも失わないでいてほしい。それは美しさです。美しいんです。国民全体が美しい。私はそう思います。だから、その美しさをいつまでも失わないでいてください。本当にそう思います。皆さん、ありがとう。ありがとうございました。感謝します。では、この次、また、どこかで会える日まで。はい。どうもありがとうございます。はい。このはさんの方から何か質問ないですか？せっかく来ておられます。はい。びっくりです。ね、残念ながら昨日ですね、
亡くなられたっていうニュースを聞いたばかりで、88歳ということだったので、年齢的にはもうしょうがないというか、全うされたのかなと思ってましたけれども、私の母も大好きで、私も小さい頃、映画を拝見させていただいたりしていたので、本当に美しい、もうどこから何を見ても美しいという、もう美という、言葉が本当にふさわしいアラン・ドロンさんだったと思います。今お話を聞かせていただいて、ものすごく愛を感じて、そういう感謝の気持ちでいっぱいだというのを聞いてとても嬉しく思います。で、お話にあったんですけれども、ここからゆっくり今までのことを見つめ直して、それからその、反省なり、やった貢献なりを見ていって、それが終わったら、生まれ変わりのことを考えてるっておっしゃってたんですけれども、昔からアラン・ドロンさんはきちんとその天性輪廻ということをお分かりになられていたのでしょうか。それともそちらにお帰りになってそういうことがあるということを、一日しか私たちにとってはまだお亡くなりになられてから経ってないんですけれども、ご存知だったんでしょうか。そうですね。それは若い頃はそんなことを考えていませんでした。死んでから人間はあの世に帰って、それからまた生まれ変わるということはあんまり考えたことがなかったんです。だけれども年を取って、そして特に体調を崩してからは、うーん、天国というところと、この地上とを行ったり来たりしていることが多かった。そういう時間があったんです。それを繰り返しやっているうちに、もしかしたら、これは生まれ変わりということがあるのではないかと思うようになりました。そして、こちらに来てみて、やはりそうなんだと直感的に分かったんです。だから、その時期が来なければわからないということはあるもんだと思いました。それまでは元気だった頃は、そんなことを考えることもなかった。あるかもしれないけれども、何の証拠もないし、信じられないと思っていたし、死ねば終わりだと、どちらかというと、そういう考えがありました。でも、だんだん死に近づいて、あの世とこの世を行ったり来たりするようになると、ごく自然とそれを理解するようになったんですよ。そんな感じです。ありがとうございます。もう一つ、生まれ変わった時に、また美しくということだったんですけども、あの、美しくなく、美しくないって言ったらあれなんですけども、そういう状況で生まれられ、あまりそんなに、あの、今のアラン・ドロンさんのような容姿じゃなく生まれて、アラン・ドロンさんの心の中にある美で挑戦するっていうことはお考えにならないでしょうか。あなたは不思議なことを言う人だ。そんなことがあってもいいかもしれない。今そう思いました。僕は生まれてからずっと、ハンサムでいたから。だからその人生がどれほど素晴らしかったかをよく知っている。そうじゃない部分ももちろん知っている。だけど、美しいということは力になるということをたくさん学んだから、当然この次も美しさを持って生まれたいと、ごく自然とそう考えたんです。でも、あなたのような考え方でいくと、もしかしたら僕はもっと面白いことを発見するかもしれない。
単なる美しさ、見た目の美しさだけでなく、もっと何か、それ以外の何か、深いものを学ぶことができるかもしれない。今、そう思いました。ありがとう。いいですか？ありがとうございます。はい。どうもありがとうございます。アランドの玉、本当にすぐなんですけどね、おいでいただきましてありがとうございます。はい天上会に帰られる方は、亡くなるちょっと前から行ったり来たりして、どちらの方が時間が長いかわからないという形で、だんだんと向こうに帰られると話聞いています。まさにそうではないかと思いますね。はい。それでは、天上会でのまた活躍、楽しみにしています。私もその頃はまた帰ってそちらに行くかと思いますけども、よろしくお願いします。はい。はい。今日はどうもおいでいただきましてありがとうございました。はい。ありがとうありがとうございました。ありがとうございました。コロナさんが言ったところの言葉っていうのは、アランドロ様の言葉を聞きながらずっと思ってました。ああ、ねえ、そう次の人ですか。生は心の美しさっていうところで耐えきるかなとか思ってね、天上会はどのようなことを出すかなとかね、思いながら。ね。曲がないと生まれてこれないからね。ね。さあ、どうなることやらですね。そうですね。まだ帰られて1日しか経っていないから。そうですね。はい。そうですね。考え方が、そうです大きいね。と思います。ただ本当に心は非常に柔軟な方ですね。柔らかくて。そういう感じしますね。そうですね。かなり高級麗な方ではないかな。はい、それでは。幼少どうぞ。幼少期もかなり苦労された方だったので、いろいろ本当にそういう経験も得ながら、養子鍛錬ということもあったと思うんですけれども、美でありながらの学びっていうのをものすごくされた方だったんじゃないかなと思いますね。妬みやひがみとかもね、ですね。ですか。そして皆さんの希望に添える自分になるためには相当努力されたと思いますね。そうですよね。はい、それでは終わります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。高明です。はい。はい。お父さんの守護霊さんになりますかね。そうです。そうですか。はい。はい。高明さんの時代に持ち越した問題。持ち越した問題。それを引き継いでると思うんですね、問題集が。はい。はいはい。ですから、高明さんの時のちょっとそういったエピソードなんか教えていただけませんか？はい。木々の生い茂った深い山でした。ちょっと無理をして登ったと思うんですね。足を滑らして落ちたんです。落ちました。はい。足の骨を折りました。上がれなくなってしまって、それっきり。そこで亡くなられたんですか？そうでした。多分そうです。私の記憶はもうそこで、途絶えてますね。だから今の痛み、足の痛みはそこの骨の骨折のところですか？多分そうでなかろうかと思いますね。なるほどね。はい。